イタレリの72分の1スケールヘンシェル 129B さんタンクバスターの仮組みを行います。ヘンシェル 129B さん、第二次世界大戦においてドイツ空軍で運用された総発地上攻撃機ですね。対地攻撃機というわけね。今回の機体は B3 型となる。見ての通り特徴的な部分は搭載火砲なのだ。大きいわね。口径は 75mm 砲となるのだ。航空機搭載火砲としては最大級なのかな。ソ連軍戦車への対抗手段として使用されたわけね。パック40を航空砲に改良したみたいね。電動再装填の半自動式で発射弾数は12発とか。 T34 や KV1 などの対抗手段の一つというわけね。そうなのだ。それでこのキットを選んだ理由は？実はヤフオクのセット売りで購入したんだけど、ふむふむ。タミヤのオーバードコレクションのセット売りで主にイタレリ OEM 製品がまとめられていた。その中に入っていたわけね。でもタミヤ版は B2 型だったような。そうなのだ。タミヤに OEM されているのは B2 型なんだけど、箱を開けてみるとイタレリ版の B3 も入っていたわけです。2機分入っていたわけね。お得ですね。お手付きキットなので一部ランナーから切り出されているけども、パーツも全部あるので取り上げてみた。このキットは作ったことがあるのかしら？イタレリが最初に販売したのは1995年かな。1996年にはタミヤにも OEM されたので、その頃に一度作ったのだ。ということは B2 型を作ったわけね。モールドは全てオーモールドで、愛もよく両キットという印象だったかな。昔作った印象もあって 75mm 戦車砲を搭載したタイプも紹介したいってわけね。そうなのだ。それでヘンシェル129はどんな航空機なの？戦術通りヘンシェル129は第二次世界大戦においてドイツ空軍が運用した対地攻撃機となる。主に対戦車攻撃用ね。スペイン内戦での教訓から戦場で地上支援を行う専用攻撃機の必要性を認識したみたい。普通科やハインケルではダメなの？戦車や車両などの移動目標への精密攻撃に限度があることが分かったみたいね。具体的には？普通科は試験運用で A 型だったみたいね。主に急降下爆撃による精密攻撃を行い、橋梁、陣地、補給車列の破壊で一定の戦果を上げたとか。ふむふむ。急降下爆撃は固定目標に対しては高精度だったみたいだけど、移動目標にはタイミングのズレが大きすぎたみたい。ドルニエ17やハインケルは？高高度からの爆撃では精度が極めて低かったみたい。なるほどね。そんな理由で開発が始まるんだけど、初期型のヘンシェル 129A はエンジンが非力で飛行特性も悪く、パイロットからの評判も悪かった。それで改良するわけね。フランス占領後に押収した空冷エンジンを採用し、ヘンシェル 129B として開発が続行したみたい。 B1、B2、B3 とあるわけね。 B1R2 では 30mm 機関砲を装備、B2 型では 37mm 機関砲を装備した。爆弾での攻撃は戦車への効果が薄いとの判断で機関砲での敵戦車破壊を重視したわけね。そして B3 型では 75mm 対戦車砲を装備するわけです。ふむふむ。戦術としては敵の防空火器を避けながら極めて低い高度で突入、地面スレスレの飛行で奇襲性を確保する。地面スレスレって複数機で編隊を組み交互に攻撃取り脱を行う戦術が取られた。戦闘機の護衛が不可欠だったみたい。戦闘機の護衛がないと脆弱だったわけね。運用されたのは東部戦線が多かったみたい。クルスクの戦いでの投入が有名みたいね。 T34 や KV 戦車に対抗できる数少ない手段だったわけね。そうなのだ。それでイタレリやタミヤ以外からも出ているのかしら？最初に出たのはリンドバーグからで1966年となるのだ。 B2 型でしょうかね。続いて1968年にエアフィックスからも発売された。こちらは B3 型でしょうか？エアフィックスは MTC やビレクに OEM されて、リンドバーグはレベルに OEM されている。ふむふむ。そして1986年にイタレリから発売された B1、B2、B3 と展開された。イタレリ版はレベルにも OEM されてるのね。1996年にはタミヤにも OEM されている。戦術通りで B2 型となる。なるほどね。直近では IBG モデルからも予定されているみたい。イタレリ以来の新作が出てくるわけね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のヘンシェル 129B さんなのだ。 75mm 砲が強調されてますね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、
デカール。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは2種類。第9戦闘爆撃航空団でベルリン近郊のディーペンゼーで1944年11月、ヘンシェル 129B3 試験機でトラーベニュンデ試験場で1944年となる。なるほど。部品点数は73点。パーツ数は多いわね。ではイタレリの72分の1スケール。ヘンシェル 129B3 タンクバスターの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床と操縦桿、ケーキパネルと座席となるのだ。ケーキパネルはモールド表現ね。そうなのだ。細かい塗り分け指示があるのだ。パイロットはついてませんね。イタレリはついてないことが多いかな。次はエンジンかしら。エンジンはカウリング、プロペラ含めての組み立てとなる。全部で7パーツとなる。総発なので2セット作るわけね。エンジンは内部をカウリングで挟み込む。エンジンは前方から見える範囲が再現されている。次はプロペラですかね。プロペラは4パーツ構成となる。3枚プロペラにスピナーをかぶせて時空系を使ってエンジンを挟み込む。ということはプロペラは稼働するわけね。そうなのだ。次は 75mm 砲の組み立てね。 75mm 砲は全部で4パーツ構成。砲身に砲口を取り付けて台座に挟み込む。やはり長い砲身ですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着する。尾輪もこの時に取り付ける指示だけど、後からでも大丈夫そうね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。少し太めながらしっかりとしたモールドです。機種の左右に取り付けるパーツもあるので。そうなのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼かパーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。貼り付ける前に穴開け指示がありますね。爆弾取り付け用のダボ穴となる。貼り合わせたらスキャク庫の取り付けね。主脚庫は左右それぞれ2パーツ構成。主翼下部に取り付けます。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。やはり少し太めのモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは主脚は左右それぞれ2パーツ構成。主脚とタイヤの構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーもあるのだ。次は尾輪ね。戦術通り尾輪は1パーツ構成となる。次は細かい部分の取り付けね。まずは左右カウリング上部に排気管を2本ずつ取り付ける。ふむふむ。キャノピー前部に照準器、上部にアンテナをつけるのだ。選んだマーキングによってはバックミラーとなるわけね。胴体上部にもアンテナを取り付ける。最後は主翼周りとなる。まずはエルロンのリブね。リブは左右それぞれ6個ずつ取り付ける。右主翼には気筒管ね。先ほど穴開けしたダボに爆弾用のラックを取り付ける。では終わりに総評なのだ。今回はイタレリの72分の1スケールヘンシェル 129B3 タンクバスターの仮組みレビューしたのだ。仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか。やっぱり一番の見どころは岸下にぶら下がる 75mm 砲なのだ。航空機というより空飛ぶ対戦車砲みたいな迫力で完成後のシルエットはかなり個性的になると感じたのだ。砲身の長さが強烈な存在感を放っていますよね。そうなのだ。 B2 型までとは明確に雰囲気が違うし模型としても違いがはっきりわかるのが楽しいポイントなのだ。武装違いで並べても面白そうなのだ。組み立て難易度はどうでしょう。部品点数は73点とそこそこあるけど構成自体は素直で極端に難しい工程はない印象なのだ。総発機だけどエンジン周りもシンプルだし大モールドもはっきりしているので塗装まで持っていきやすそうなのだ。大モールドはやや太めでしたね。そうなのだ。ただその分墨入れはしやすそうだしウォッシングで立体感を強調するには扱いやすいとも言えるのだ。気になる点はありましたか。コクピットはやや簡素かなと感じたのだ。ケーキ板はモールド表現だけなので塗り分けをすると少しは見栄えが良くなりそうなのだ。なるほどね。合わせ自体はおおむね良好なんだけど主翼と胴体の接合部は
軽くすり合わせをした方が安心かなと感じたのだ。仮組みでしっかり調整しておけば完成時のラインは綺麗に出せそうなのだ。総合的にはどんなキットと言えそうですか？特殊な存在感を持つ機体を比較的組みやすい内容で楽しめる両キットという印象なのだ。東部戦線の対戦車攻撃機というちょっとマニアックな題材を気軽に楽しめるのは魅力だと思うのだ。 75mm 砲装備機というだけで机に置いた時のインパクトは抜群ですね。そうなのだ。普通の戦闘機とは違う迫力を味わいたい人にはぜひおすすめしたいキットなのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。